カイライン2。約2年ぶりのシティーズスカイライン。恥ずかしながら帰って参りました。最近 PC パワーアップさせたので今回は限界まで大都市を作るぞ。てなわけでニューゲームを選んだけど、知らぬ間にゲームモードが追加されてた模様。とりあえずノーマルを選択。やってなかった間に色々変わったようだな。てか昔のことすぎてもはや前の仕様も覚えていません。おい。マップは水面が美しく映えそうなこのタンペレにしましょ。タンペレ、それはフィンランドの美しい街。都市名は大きく育てと思いを込めましまし。ラーメン食いたくなる都市名だな。前回のプレイでは左側通行だったけど今回は右側通行。すでに治ってる可能性もあるがバグっぽい挙動多かったもんな。こちらに見えますのがマシマシでございまーす。リアルタンペレの地形だと右側がネシコで、左がピュハコの水に囲まれた地形。都市計画のために大気の流れを確認。風はどうやらネシコ川に流れてるようだな。大気汚染を発生させる紅葉区はこの辺に作るのが良さそうだね。だな。でお次は天然資源をチェック。紅葉区予定地に交渉発見。掘るのも確か汚染されるからこれは良い立地。こっちには油田と肥沃な土地があるぞ。そのうち拡張してオイルマネーでがっつり稼ぐぞー。夢が広がるな。川の流れをチェック中。間違えると垂れ流しの下水を飲んで即病院送りなので注意。開発前に等高線を表示して少しだけ地形を修正。大した傾斜ではなさそう。ある程度は地形に沿った街づくりしたいのでほどほどにしましゅ。こんな感じになりそうろー。違いがほとんどわからねえ。準備は整った。それでは開発を始めるぞー。おー。都市と外部をつなぐ高速道路はここか。こっから先は時速50キロの一般道だな。適当につなぐとすぐに渋滞になるから熟考せねば。とはいえまだ高速道路も未開放。T 字につないで右側を1車線減らします。でグインとカーブさせて上を通して左折の迂回路を作成。左から来る車の進行を邪魔しないための小細工入りまーす。横断歩道や信号消したい。マイルストーンの開放をお待ちください。お次は電力供給のため小型石炭発電所を建設ってなんか邪魔なオブジェがあって建てられぬ。邪魔だー、強制移設じゃー。もっとムーブイットでこういったオブジェも楽々移動。交通量の多い場所で騒音に悩むがいい。こらこら。こうして先住民を追い払い石炭発電所が完成した。外部との送電線を地下で繋いだら川底がメコってなって溢れそうだったので急遽川だけ上から接続。こういう穴マジ危ないぜ。で石炭発電の周りを紅葉区にするために道路の敷設を開始。今回はゾーニングツールキットを導入。これによって道路に面しててもゾーニングしたくない場所を消せます。この道路に対しては建物建てたくなかったので、こういうの消せるのほんと便利。ゾーニングしてたら紅葉区これじゃすぐ手狭になるかと思い、川を渡る橋も敷設。未来への布石。で水を汲む施設は紅葉区の隅っこに。体に影響はないけど臭そうだ。お次は商用区のゾーニング。傾斜に合わせて道路を敷いて、5番目にならないように気持ち景観に配慮しております。意味なくラウンドアバウトやクルドサックを増しまーし。アップデで種類もいくつか増えてるようだな。これは嬉しい。よかったな。商用区側も川を渡れるように橋を架けときましょ。今はまだ使えないが油田掘るときに必要になるな。そして追加で商用区の道路工事をしてると、ちっぽけな村認定されマイルストーンがアンローク。まだ1秒も時間進めてないよ。無料で建てれる特殊施設をゲットしたようだな。建てると輸入コストが減ったり都市の魅力が上がったりといいことずくめだからどんどん建てましょ。他にも中密度の住宅や石炭採掘、病院やゴミ処理なんかもアンロックされました。そして開発ポイント1早速コードロードサービスを開放だー。これで信号消したり右左折禁止ができるぜ。まずは特殊施設をホイホイホイ。住民ゼロなのに商業施設。人もそのうち生えてくらー。おい。住民が歩いて移動できるように細かい歩道もご用意。辺に繋ぐとこんな風に歩道が増えるぜ。ご安心ください。先ほど開放したロードサービスで綺麗さっぱりこの通り。いや全部消したら住民渡れねえよ。もっとペデストリアンブリッジを導入したので大丈夫。これでいい感じの歩道橋を設置できます。コンパクトな歩道橋、これは便利だ。歩道橋うまく設置できずやむなく入り口のカーブを作り直し中。地味にめんどいやつ。ムーブイットで持ってきた先住民の家が悪さしてた模様。自業自得で草。まあ歩道も消せるようになったしついでってことで OK。高速の降り口で住民にホイホイ渡られたら迷惑極まりねえぜ。さてやっとこさ住民のための住宅街を作ってくぞー。細い道で区画を作る。お金の節約だよ。ゲームの世界でも節約、世知辛いぜ。
道曲がったところに立つようにゾーニングを設定。幹線道路は混むので建物は建てない。知識はないけど渋滞対策に余念のない建設の匠。下水処理場がまだだったのでサクッと設置。下水管は住宅街に短く直結。住宅街の範囲小さいかなと思い適当に拡張。その結果高等線をやや意識した脱線斜めの道路の住宅街が誕生。脱線言うな。すまん。こんな感じになりそうろ。やっとこれで時間が進められるな。いやまだだよ。動画開始5分経過、まだ時は止まったままであった。そして細かく歩道橋を設置してたら新たなマイルストーン。小さな村とは失敬な。これからどんどんマシマシして大きくなるんだよ。今回も特殊施設ゲット、中密度住宅や学校関連が開放されました。てなわけで特殊施設マシマシ。家一軒建ってないのに特殊施設だけが増えていく。平地にポツンと商業施設の並ぶ異様な光景。第一村人絶賛募集中です。今なら特殊施設のオーナーになれます。そういえば最初のマイルストーンで石炭採掘が開放されたと思い出し、発電所の隣に建設。お隣に運ぶだけなら効率良さそうな立地。まあ他都市に輸出とかあるだろうから効率いいかは知らん。おい。どこでも採掘可能な石材もついでにお隣に建設。これはコンクリ作って街の建設で使ったりするんかな？ついでにちょろっと林業もっと思ったけどなんか邪魔してる。おいここなんか埋まってんぞ。何やら古代の遺跡というか墓が。遺跡発見、京都だと建設中止になるやつだ。はい、ムーブイットでこっそり移動。私たちは何も見ていない。これは元からここにありました。こうして歴史捏造を行い林業区は無事建設されたのであった。やっはー、住民たちを呼び込むぞー。長い準備を経てやっと住宅街のゾーニング開始だぜ。この辺りは UK 中密度住宅にしましょ。少し離れたここは UK の低密度っと。なお、UK はユナイテッドキングダムでイギリス。英国って呼び方は幕末の頃使われたイギリスからの日本人が勝手に呼んでる名称らしいぜ。豆知識。てな感じでイギリスのテーマを主軸にしてヨーロッパ諸国テーマをごちゃ混ぜにしてゾーニング完了。EU を離脱した英国が、ここマシマシの都市にて再度 EU に盛り込まれた。ザ・ワールド。そして時は動き出す。まずは低密度商用の施設が建設ラッシュ。住宅は中密度が一軒建てば結構入る。人口増えるまではそんなに経たんかな？クレーンがぐるぐる回るのを眺め。ってここなんかぐにゃってる。作り直したカーブの部分か。微調整主体がうまくできぬ。まあ高速道路使えるようになったらまた工事するし放置で。ミスってても見て見ぬふり。これがうちのレイムさんだ。中密度住宅完成。オラたちの村にマンションが建った。77世帯127人ワンコ12匹、村人の3割がここにねじ込まれております。そして迂回用の右折のレーン誰も使ってないけん。みんな普通に左折してるぞ。何故？あ、そもそも左折禁止にしとらんかった。ただのお前のボンミスじゃねえか。これはお恥ずかしい。そういえばモッドでトラフィックも導入したので、ご覧の通り車線の整備も可能になっております。高速降りて即 U ターンは迷惑なので、ただいま禁止にする処理をしております。U ターンはもっと空いてる場所でやりなさい。この結果ぬるぬる都市街から車が入ってくるようになりました。右レーンからの左折は左側の直進車の邪魔になる、渋滞を未然に防げたな。でも住宅街への道が狭い路中が邪魔なのかすでに中央がヤバめ。幹線道路に路中すんなー。そして街路樹で路中できなくしてたらここでマイルストーン。またまた特殊施設ゲット。商用区が普通に埋まる前に特殊施設で埋まりそう。今回は鉱石の採掘に消防と警察がアンロックされたぜ。さて路中禁止の続き、ってここ街路樹置けないとな。歴史捏造した墓と右折のショートカットが邪魔な模様。めんどいからラウンドアバウトでごまかそう。また問題見ぬふりかよ。ぐぬぬぬ、横断歩道も消せぬ。遺跡のたたり。ならば仕方ない放置しよう。結局見て見ぬふりじゃねえか。住民がお亡くなりに、たたりじゃあ。いや病院すらねえ町だぞ。そりゃ普通にお亡くなりにもなるだろ。しゃあないなるべく維持費が安くて救急車の多い診療所を一棟建てますか。結果東欧風の診療所が選ばれた。ロータリーを作ろうとして狭かったので、なんか適当にエイヤしてるのず。まあ初期の町なんて再開発される対象だろうしそこまで作り込む必要はないわな。でお次は墓地を作ろうと思ったけど、これ意外と維持費が高い。貯蔵量こそ少ないもののフランス風の火葬場の維持費が安い。これなら土地に埋めなくても済む。町の規模が小さいうちはこれで十分か？
そんなわけでポイント使って火葬場を安老多く。そして川の対岸の幹線道路に火葬場設置。ってこれフランス風ちゃう普通の火葬場だ。はい、それ維持費高いやつです。畜生。無駄に建設費用を使ってフランス風に建て直しました。あ、これ普通の火葬場と違って車庫のアップグレードができないぞ。それが維持費安い理由か。お次は鉱石採掘にも着手。さっきのマイルストーンで解放されたやつだな。でお次はちょっと気が早いけど学校建設ってでっけー。なおもっとデテールドデスクリプションにより、ここで建物のサイズが確認できます。このドイツ風のが小さくて良き。それ高校だぞ。編集中に気づいた。おい。そんなわけでマシマシ高校が中密度住宅に立ちました。学歴詐称して小学校未卒で入学せよ。ついでに維持費増えちゃうけど小さい警察署があったのでこれも建設。北アメリカの警察、これは小さいな。資金が尽きかけてピンチ。無駄に公共施設連打するから。このままでは財政破綻しちゃうよ。お、マイルストーン解放で10万ゲット。これはありがたい。しかし赤字をなんとかしないと何も解決にならぬ。住民まだ少ないんだ。予算半額でなんとかせー。市長霊夢、医療教育警察の予算を半分にする暴挙フルー。はい、税金も一律 2% 増税です。財政破綻を免れるためです。住民の皆様何卒ご理解願います。マシマシ高校のおかげなのかオフィス需要が増えてたので、商用予定地のつもりだったけどオフィス街に変更。特殊施設ベスビオ宮殿を中密度住宅街に置いたどう？マンションと見た目が被って存在感薄？失敬な、宮殿やぞ。すまん。そういえばエリアツールも開放されたので、この区画に名前を付けましょう。とはいえまだここしか開発してないからここ全部覆うだけだけどね。こうして川沿いが最初の区画の境界線になった。始まりの地なのではずまりーとめーねー。微妙になまってるのがイラッとくるぜ。そんな住宅需要が伸び悩んでたので一番維持費安い小さな公園を複数整地。なんと大きさせる1マス。これは見事なドケチっぷり。これでも結構公園のカバーエリアは広いみたい。予算縮小に増税もしたけど赤字が止まらぬ。土地はあるから住民が引っ越してきてくれればなんとか持ち直せるかな。ゴミが溜まり発電効率が落ちてやばくなったのでゴミの埋め立て施設を川の対岸に建設。またインフラの維持費が増えちゃったよ。まあゴミ屋敷で溢れても積むぜ。財政健全化の道なかなか険しいであります。だな。こら高速の降り口に路中すんなー。高速開放してないからそこ一般道だぞ。モッドのロードビルダーで路側帯に中央分離帯を至った。もうそれ高速で作り直せよ。以上カスタム道路のモッド紹介でした。おい。軽快に流れる車の眺めに思わずにっこり。公共交通機関が金なくて作れないから住民タクシーで引っ越してるけどまだなんとかなってる模様。そして特殊施設建てる場所を探してたらまた増える特殊施設たち。多すぎて建てるのが追いつかねえ。この通り、特殊施設通りとなりつつあります。特殊施設の密度が高い。食事を提供する施設なんかは住宅街にも建てたりしてます。福祉度も上がるみたいだからこれで住民増えるかな？続いて特殊施設の建設を進めていると、マイルストーン開放特殊施設が増えるね。やったね。嬉しいけどペース早すぎ。今回は複合住宅や通信がアンロックされたようだ。早速ネットつなぎましょ。いや財政赤字がやばいだろ。設置が荒い。おや？このアイコンはまさか、犯行現場。犯人は貴様かハンナ・ケンダル。皆さんそいつは凶悪犯です。近づいてはいけません。ポリスには通報済み、年貢の納め時だ。覚悟しろ。そこでおとなしくしていろ、留置場送りだ。ふてぶてしい顔をしおって、強盗という重い罪、刑務所でしっかり償ってもらうぞ。あ、パトカー来た。っておい、そっちじゃねえ。もうおまわりさん何してんのさ、こっち。はーいバック、おーらい。凶悪犯から目を離しちゃいかん。逃げるなよハンナ。貴様は私がしっかり見張って。っておーい。犯人逮捕せずそのままポリス帰宅。なんでだよ。あ、今度は別の道から他の車両が。犯行現場を警備中。犯行現場で律儀に犯人待ってるんだが。あ、ハンナ留置所行かないで帰宅中になったぞ。なんで？あ、ハンナの住まいベスビオ宮殿だ。宮殿住まいの強盗犯。こうしてハンナは留置所に送られず帰った。徒歩で、強盗をお散歩感覚で行う凶悪犯ハンナ。市民の方は見つけても近づかないようお気をつけください。こいつは要注意人物だ。そしてハンナに気を取られているうちに渋滞がえらいことに。高速付近まで伸びるタクシーの行列。
住宅街の交差点、やっぱラウンドアバウトじゃダメだったか。面倒かもしれんが作り直せ。とりあえず交差点に戻して歩道橋をつけて様子見。気持ち緩和されたか？って電力足りてねえぞ。なんてこった。住民増えて電力維持できなくなったか、しゃあない石炭発電所マシマシ。気づけば人口4000人超え、資金も黒字に転じたようだな。流入してくる市民が裁ききれない、ここ3車線にすれば少しはマシになるかな？まあ引っ越しラッシュが収まるまでの辛抱だ。今度は3車線にした先が混んできた。ってこの見覚えのある建物は。はい、凶悪強盗犯ハンナさんのご自宅、ベスビオ宮殿です。畜生、私よりいいところ住みやがって。しばらくここの渋滞は放置だ。ハンナよ、騒音に苦しむがいい。まあハンナは徒歩強盗だからあまり影響ないかもな。そしてしばらくして渋滞は緩和しました。ではさらなる発展を目指し隣のタイルを購入だ。川を渡った資源豊かな地。一応黒字だけど相変わらず資金難なので安い道路で遠心。貧しい。で適当に範囲指定して石油採掘を始めるぞー。オイルマネーを手に入れろ。今電力不足でガス発電を導入するつもり、だからガスも作れる石油は重要資源であります。おっとマイルストーン解放で15万ゲット。特殊施設も増えて銀行の融資額も増えた。お金は銀行の融資を受けるのも手かもしれんな。まあ融資はピンチになったらね。開放された特殊施設の家、セブンヒルズレジデンスを早速スカスカな住宅街に設置。したら角の部分が違和感出まくり。この変な芝生はいただけないな。なのでモッドのエクストラデテイリングツールズで追加したサーフェイスでちょろっと小細工。さらにオブジェを追加してご覧の通り。作り込み甘いがそれっぽくなったな。モッドのおかげで楽しく開発が進められるね。有志の方に感謝の意を。では街づくりが始まりなんとか資金を黒字化したところで今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。約2年ぶりとなるシティーズスカイラインズ2。果たしてレイムはどんな街づくりをしていくのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。